はい、どうも、シンです。本日もアークサバイバル戦慄とやっていきます。本日はですね、建築チュートリアルといたしまして、初心者必見、建築基礎シリーズ土台編をお送りいたします。アークサバイバル戦慄になりまして、建築の仕様が大幅に変わりました。簡単に言うと、初心者の方でも簡単に建築ができるようになりました。アークの建築、基本的にはいろんな建材を組み合わせて建築していくことになるんですが、今回は各建材ごとに分けて置き方や特徴など初心者でもわかるように細かくご紹介していこうかと思います。第1弾は土台編。アークの建築としてそれこそ基礎となる重要なものでもありますし、まずここをマスターしないと他の建築ができないということになりますので、ぜひご確認いただければと思います。最後に少しおまけとして、以前多重建築で使ったような少し土台の高さをずらした建築のテクニックなどもご紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ちなみに当チャンネルの建築はすべて公式 PVE を想定した建築となっておりますので、ご認識いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではまず、基本となる土台とはというところからお話ししていきます。土台、種類としては3種類。通常の土台、三角土台、そしてクォーター土台の3種類となります。建材の種類としては6種類。藁、木、アドベ、石、金属、テックとなります。見た目はそれぞれご覧いただいた通り違いがあります。アークには土台判定という概念がありまして、この土台判定がないと基本的に他の建材なども設置がしていけないというものになります。なので、まずは土台を置かないと他の建築をしていけないということになります。別で土台判定を持っているものが3種類。柱、柵土台、支柱とあるんですが、柵土台も土台という名前はついているんですが、基本的に少し通常の土台とは別の特徴を持っているので、支柱とともに後日別途ご紹介していこうかと思っておりますので、楽しみにお待ちいただければと思います。その他、プラットフォームという部分もあるんですが、これもまた特殊になっておりますので、後日別でご紹介させていただきますので、お待ちいただければと思います。続いて、土台の設置についてなんですが、設置方法3種類ありまして、まずはこのまま下のスロットにはめていただいて、対応のボタンを押していただくことで設置するという方法があります。比較的一番使いやすい設置方法となります。その他に設置したいものを右クリックしていただいて、設置をしていただくことで設置することも可能です。また、カーソルを合わせていただいて、E ボタンを押していただくと設置することも可能です。PlayStation や Xbox の方に関しても、ここは一緒のものになりますので、ボタンに関してはインベントリーのメニューを開いた時の横におそらく同じように今 E と出ているところにですね、マークが出ていると思いますので、そのボタンを押していただければ設置することが可能です。基本的にはスロットに入れて設置していただくのが簡単かと思います。設置に関しては設置できる部分、このように緑で表示がされます。ASA の場合は基本的には建築できないような部分に関してはこのように赤くなります。木にはもちろん重ねておくことはできないんですが、草には重ねておくことができます。これちょっと見た目木に見えるんですが草です。手で剥ぎ取れるものですね。ちなみに ASA になってから建築として比較的壊せるリソースには重ねられないんですが、
元々ある地形に関しては、そこそこ埋め込みができるようになっております。緑の状態で設置をしていただくと動かせるようになります。まずは回せる、細かく角度を調整することができます。そして高さも変えれるようになっております。そしてもう一回クリックしていただくと設置ができます。しかしこのようにスナップという概念があって、すでに置かれている建材にくっついて設置することができます。この場合は一回クリックするだけで高さも角度も以前のものとくっついて設置することになるので、回したり高さを変えたりすることができません。そして ASA で追加された要素として、一度こういう傾斜のところでもこのようにスナップして設置ができるんですが、スナップして高さをハーフずつ設置をずらしてスナップしておくことができるようになりました。これもスナップしている状態になりますので、各建材つながっているということになります。これによってスナップした状態で段差を攻略することができます。これが一番初心者向けでもありますし、建築がしやすくなった部分でもあります。昔はちょっと柱とか色々テクニックを使って設置していく必要があったんですが、だいぶ楽になりましたね。崖建築や水上建築の土台作りがかなり楽になりました。三角土台も基本的に置き方は一緒です。形が違うだけです。一つ違うところがありまして、見ていただいた通り、切り替えの部分が出ております。R ボタンを押していただくと、三角土台とクォーターの土台を切り替えることができます。建材の種類を切り替えるだけですので、もちろん置き方は一緒です。クォーターの土台なんですが、その名の通り、通常の土台の4分の1のサイズになっているんですが、大きさは4分の1なんですが、必要な素材数は2分の1になっておりますので、素材数4分の1というわけではないので、ご注意いただければと思います。あともう一つ、三角土台に関してなんですが、三角土台の大きさ、底辺の部分は通常の土台一辺と同じ長さになっているんですが、高さの部分に関しては、通常の土台の一辺とは少し短いものになっておりますので、ご注意いただければと思います。これによって少し建築がずれる場合も出てきますので、ここだけ覚えておいていただければと思います。これで設置していただければ、自由に土台を広げて、他の壁や天井などを使って見栄えを統一させて設置していくことができます。スナップの高さ変わっていくのは基本的にクォーターのサイズでスナップしていきますので、隙間埋めるのはクォーターの壁などで埋めていただければ、隙間を作らずに四角い土台を置くことができます。また三角の土台や四角の土台をうまく組み合わせていけば、以前ライブで作ったような多角形のドデカゴン12角形の建築をしたり、六角形や八角形など多角形建築をしていくことができます。これらをうまく組み合わせて、まずは建築の基礎を作っていくということになります。ではですね、最後におまけとして土台の設置、先ほどご案内した通り、スナップしておいていく、もしくは高さがずれて半分の高さでずらしてスナップしていくというのが基本の置き方になるんですが、建築上でどうしても少しだけ土台を下げたいとか、高さの調整をしたいっていう場合に、ぴったし合わせた状態で高さをずらして置いていくためのテクニックのご紹介となります。手段はいくつかあるんですが、比較的スナップを使って簡単にできる方法をご紹介していきます。土台を置いていただいた場合に、このように土台にスナップして柵土台を置くことができます。そして、この柵土台に対してクォーターの壁を置きます。クォーターの壁にスナップして柱を置
くと、通常の柱の高さとは半分の埋め込んだ状態で柱を設置することができます。この状態であれば、このようにその柱にスナップしておくことができます。これでちょっとした段差、そのまま人で上がれる段差の高さ調整をすることができます。もちろん、これを一回置いてしまえば、この建材は不要となりますので壊していただいていいんですが、ただ注意点がありまして、この土台とこの土台、スナップしてないのでくっついてません。見た目はくっついてるんですが、スナップ上はくっついていないので、つなげて建築していくっていうことが、それぞれ分かれている状態になります。スナップのお話はまたちょっと別途させていただこうかと思いますので、そこだけ覚えておいていただければと思います。なので、普通の拠点建築、部分的に使うにはいいんですが、外の階段とかであれば問題ないと思うんですが、その他のところで建築していく場合は注意が必要ですので、ご注意ください。もちろんこれはこれでスナップしていくので、それぞれスナップしておいていくことは可能です。これに関しては最初に置く土台と柵土台を置く地面の高さの差になるので、土台を置く高さ、最初の部分を低くしていただければ、柵土台を置いて、ウォーター、柱で土台を置いていただいた場合に高さを変えることができます。もちろんここに柱を置いて、クォーターの壁を置いて、このクォーターに合わせて土台を置くとしていただくと、高い位置で土台を設置することもできますし、このちょっとした段差を作っておくこともできます。こういう感じですね。こういうのを使って、ちょっとした高さのずらしで建築をしていったり、埋め込み型の建築をしていったりとかですね、することができます。ちょっと高さが足らないとかですね、調整していくことができますので、ご活用いただければと思います。もちろん、この状態だと全部壊した場合ですね、スナップが離れてしまうんですが、くっつけたまま建材設置していけば、スナップはしていけるものにもなってますので、ご活用いただければと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、建築チュートリアルとして、建築基礎シリーズの土台編をお送りいたしました。今回のシリーズに関しては、ちょっと短い形で各建材ごとに置き方や特徴などをご紹介していこうかと思っておりますので、その後いろんな組み合わせでのテクニックご紹介していこうかと思っておりますので、こちらのシリーズもぜひお楽しみにお待ちいただければと思います。プラットフォームに関しては、アベレーションが出てからのご紹介になりますので、ちょっと後になりますので、よろしくお願いいたします。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord など、アークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。